こんにちは。私はクラスメソッドでソリューションアーキテクトをしております。石川悟と言います。このセッションでは、データ分析を支える技術、データモデリング再入門というタイトルでお話しします。簡単に自己紹介をさせていただきます。普段はデータ分析基盤の設計や開発、コンサルの傍ら、デベロッパーズ IO でデータ分析関連の技術ブログを書いています。AWS の認定エンジニア、Google の認定エンジニアとして、本日は DWH のデータモデリングについてお話しいたします。昨年、AWS のアナウンスで、レッドシフトサーバレスに関する私のコメントが公開されました。その過程で、弊社の CSA、カスタマーストーリーアナリティクスサービスの開発チームの協力のもと、接続検証も実施しております。すでに東京リージョンでご利用可能です。レッドシフトサーバレスによるシンプルなエクスペリエンスが皆さんのデータ分析を加速させることを期待しております。本セッションは下記のセッションの続編となりますので、合わせてご覧いただくことをお勧めします。わかりそうでわからない。本日のテーマは DWH のデータモデリングです。DWH のデータモデリングとは何か、代表的なデータモデリング手法の紹介と、長所、短所、選択のポイントについて解説します。ここでは DWH のデータモデリングの概要と目的について解説します。DWH とは何かを理解し、DWH の目的を確認したいと思います。データ分析用途の DB である DWH、データウェアハウスにデータを分かりやすく分析しやすいテーブル構造や構成にする手法です。基幹 DB は正規化されており、テーブルの関連が複雑で、アナリストが分析しやすい形式ではありません。基幹 DB のデータを分析対象の目的別に再編します。そしてデータを分かりやすく分析しやすいテーブル構造や構成にします。特に分析しやすいテーブル構造や構成というところが DWH のデータモデリングのポイントです。仏作って魂入れずということわざがありますが、データモデリングをせずにデータ分析基盤や DWH という器を導入しただけではデータ分析ははかどりません。データモデリングを考えずに導入したデータ分析基盤はデータマートの乱立、もしくはデータが分かりにくく分析に手間がかかるためあまり使われなくなってしまったり、分析に適さないテーブル構造や構成による性能低下、オーバープロビジョニングによるコストの上昇などの問題が考えられます。データ分析に重要な DWH のデータモデリングですが、分かりにくい、その理由を私の経験でまとめますと、一つ目は、データモデリングという一般的には、基幹システムで用いられる ER モデリング、第三世紀化を意味します。二つ目は、DWH の誕生とその発展に貢献した2人のアーキテクトの意見の相違がありました。こちらについては後で解説します。最後に DWH のデータモデリングよりも DWH 製品やサービスなどに特化した情報ばかりが多く、データの中身についてフォーカスされることが多くありませんでした。この3つの情報が時系列に関係なく混在しているため、ベテランのデータベースエンジニアに限って混乱してしまいがちです。以降では最もよく用いられる DWH の父と呼ばれるビル・インモンさんが提唱した DWH、データウェアハウスというデータモデリングと、そして最後に最近よく聞くデータモデリング手法であるデータボルト 2.0 についてご紹介します。ここではビル・インモンさんの DWH のデータモデリングについて解説します。ビル・インモンさんが提唱するエンタープライズ DWH データウェアハウスは、データを横断的に分析するため、データを1箇所に集め、以下の4つの特性に従いデータを格納します。統合化は、各部門のデータの表記揺れや意味を統一します。サブジェクト指向は、データを目的ごとに分類して、分析の軸、次元ごとに集計して、蓄積したデータであるデータマートを作成します。恒常性は、変更せずに参照可能な状態で保存することです。時系列は、これらの日々生成されるデータ、その時点のデータの状態を保存します。DWH は顧客、製品、ベンダーなど企業が協力する
主なサブジェクト領域とエンティティを識別するデータウェアハウスを開発するというコンセプトに基づいています。DWH の特徴ですが、データを正規化したトップダウンアプローチです。データを正規化して冗長性を可能な限り回避することで、ビジネスの要件の明確化とデータ更新の不正を防止します。正規化された構造はデータの読み込みがシンプルで、ビジネスの変更に対して堅牢であり、データマート全体のデータの次元的な視点が含まれます。DWH は様々な業務ごとにデータマートの信頼できる唯一の情報源、シングルソースオブトゥルースとして機能し、企業全体の整合性と一貫性を確保します。しかし、正規化したデータは様々な変更が生じても一貫性を保つことができる長所がありますが、複雑な参照関係と多数のテーブルができてしまい、アナリストがそのデータの関係を理解し活用するのは困難でした。そのような背景で登場したのがディメンショナルデータモデルです。ここではラルフ・キンボールさんが提唱するディメンショナルデータモデリングについて解説します。ラルフ・キンボールさんが提唱するディメンショナルデータモデリングとは、スタースキーマで DWH を構築することです。現在、ほとんどの DWH ではスタースキーマを採用しています。スタースキーマは分析したい値を持つファクトテーブルと分析の軸、次元となる値を持つディメンジョンテーブルから構成されています。非正規化されているため、アナリストは複雑なテーブルを結合せずにドリルアップおよびドリルダウンできます。ER モデル第三正規化はアナリストが分析するデータとしては最適ではありません。つまりエンタープライズ DWH データウェアハウスとは反対に、ディメンショナルデータモデルはボトムアップアプローチで最初にデータマートがビジネス要件に基づいて作られます。様々な業務で持たされたデータは ETL で抽出、統合化や非正規化などの変換を経てディメンショナル DWH にロードされます。スタースキーマについて解説します。スタースキーマはテーブル同士の関係を可視化すると、ファクトテーブルを中心にその周りをディメンションテーブルが囲むような形になります。それが星型に似ていることからスタースキーマと呼ばれます。次にファクトテーブルとディメンションテーブルについて解説します。まずファクトテーブルです。真ん中の分析対象の値を持つテーブルがファクトです。ファクトテーブルはトランザクション情報のテーブルで、e コマースの売上なら売上テーブル、店舗の販売ならポスデータなどです。ファクトテーブルは分析したい値、メジャーの列とディメンションテーブルを参照する外部キーの列があります。次にディメンションテーブルです。ファクトテーブルを取り囲むテーブルがディメンションテーブルです。ディメンションテーブルは分析の軸、次元を持つテーブルです。ディメンションテーブルはマスター情報のテーブルで商品テーブルや顧客テーブルなどです。DWH ではファクトテーブルはディメンションテーブルと比べるとレコード数が圧倒的に多い傾向があります。そのためスタースキーマではあえてディメンションテーブルを第3世紀系まで正規化せず、第2世紀系で留めておくことでテーブルを結合するコストがかからないようにします。現在の主な DWH サービスはスタースキーマを前提にパフォーマンスが最適になるように設計されていると言っても過言ではありません。スタースキーマの特殊なケースとしてスノーフレークスキーマについて補足します。ディメンションがさらに正規化されているディメンションの構成を雪の結晶に例えてスノーフレークスキーマと呼び、スタースキーマの特殊なケースとみなされます。本来はスタースキーマが望ましいのですが、ディメンションの中には事前結合するとレコード数が爆発的に増える場合があり、スノーフレークスキーマを用いることがあります。しかし、複雑なテーブル結合によるパフォーマンスの低下やユーザーがテーブル間の関係把握を必要とするため、可能な限りスタースキーマを推奨します。Slowly Changing Dimension SCD について解説します。スタースキーマにおけるディメンションテーブルの更新の方法として、Slowly Changing Dimension SCD があります。これはタイプ0からタイプ4と
2種類のハイブリッド S シリーズがあります。タイプ 0SCD、データが更新しても何もしない。以降で説明する更新するパターンと対比するものという理解で構いません。タイプ 1SCD、値が変化したときに現在のテーブルの値を上書き変更する。テーブルで例えると洗い替えするパターンです。タイプ 2SCD、値が変化したときに新しいレコードを追加してレコードに開始日と終了日を入れます。利益をレコードに追記して残すパターンです。タイプ 3SCD、現在の値と前の値のフィールドを事前に用意しておき、変更があった場合にそれぞれに更新します。タイプ 4SCD、最新の情報に更新して古いデータは履歴テーブルへ追加します。ハイブリッド S シリーズ、複数バージョンによる予期可能な変更。事前に複数バージョンのデータを保存するカラムを用意する方法です。例では、オリンピックの年度ごとの開催国を記録するカラムを事前に用意しています。オリンピックの開催は4年ごとのように予測可能なデータに用いられます。ハイブリッド S シリーズ、単一バージョンによる予測不可能な変更。予測できない変更に対して現在の状態とそのデータの開始日と終了日のレコードを追加する方法です。例では、居住地とその期間を記録する場合、住所変更をするたびにレコードを追記することで予測不可能なデータ更新に対応しています。次に、ファクトの設計について解説します。ファクトデータの格納方法は利用目的によって4つあります。トランザクション、分析するトランザクションデータをテーブルに積み上げて保存します。売上のように積み上げたデータを集計して利用します。スナップショット、ある時点での状況をテーブルに保存します。在庫などある時点の数量や状態を分析するために利用します。アクミュレーションスナップショット、1レコードの中に関連するデータを保存します。関連するデータを分析したい場合に用います。例では、発注日、納品日、支払い日とその売上について時系列で状態を保存します。ファクトレスファクトテーブル、ファクトの値、メジャーを持ちませんが、レコード数を用いて集計します。例えば、会員マスターのレコード数から会員数を把握します。ディメンショナルデータモデルの特徴、正規化を意識せずに DWH 設計プロセスの初期段階を迅速に実行できるため、構築が高速です。スタースキーマの利点は、クエリと分析が簡素化される非石化された構造のため、アナリストにも簡単に理解できます。企業全体ではなく、個々のビジネス分野とプロセスに焦点を当てているため、ストレージやコンピューティングなどの DB 内のリソースが少なくて済み、システム管理が簡素化されるため、DWH からのデータ取得が高速になります。しかし、信頼できる唯一の情報源、シングルソースオブトゥルースは失われており、企業全体の整合性と一貫性を確保できません。非正規化手法では、データが更新されるときに、冗長データがテーブルに追加される可能性や、ビジネスニーズの変化に応じたデータの変更が困難です。ファクトに列を追加すると、テーブルの分析軸、次元が拡張され、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。現在主流のモデリング手法であるビル・インモンさんとラルフ・キンボールさんのアプローチをご紹介しました。ここでは、これらの DWH アプローチをどのように選択するかについて解説します。最初に DWH アプローチの共通点と相違点についてまとめます。まず共通点は、データを1箇所に集めて横断的にデータを分析したり、ビジネスレポートをサポートするための中央リポジトリとして機能します。データの読み込みに ETL の概念を用います。事前にテーブルを結合することで、データの使い勝手や BI ダッシュボードのパフォーマンスを改善する大復調テーブルを作成します。相違点は、ディメンショナルデータモデルはデータをモデル化して DWH に読み込み、スタースキーマを構成します。ディメンショナルデータモデルはデータを素早く
より簡単に扱えるようにするため、あえて第二世紀化にとどめます。DWH アプローチの比較を表にまとめました。インモンさんのアプローチは DWH の初期構築に時間を要しますが、企業全体の整合性と一貫性を確保できるため、メンテナンスは簡単です。すべてのデータを連携する起動時間は長くなり、データは第三世紀化されているため、データの取り扱いは専門家チームが向いています。一方、キンボールさんのアプローチは、DWH の初期構築はより短い時間で済みます。メンテナンスは難しく、冗長になりがちで変更される可能性があります。しかし、初期構築が低く、その後の各フェーズもほぼ同じコスト、初期設定時間が短くて済みます。また、難易度が低く、小規模も可能なので、まずは小さく始めるユースケースに向いています。DWH アプローチ選択のポイントは、DWH 構築までのスピード感や ETL 設計の将来のバリエーションに耐える能力を考慮します。組織のビジネス目標、例えば短期目標なのか長期目標なのか、いついつまでに利益率の 15% アップさせるとか、歩止まりを 30% 改善するなどです。ビジネスの性質、比較的安定したビジネスなのか、分析の視点が頻繁に変わるのかなどです。関連する時間とコストをどれだけかけられるか、様々な機能間の依存関係があるかなどを考慮します。対立的な関係として紹介されるインモンさんのアプローチとキンボールさんのアプローチですが、インモンさんのアプローチは設計にかかる時間と関連するコストに余裕がある安定した状況に適しており、ビジネス条件が変化するたびに設計は変更されません。一方、キンボールさんのアプローチは DWH を迅速に構築することが求められ、データを素早くアナリストがより簡単に扱えることが優先される状況に適しています。よって、インモンさんのアプローチはすべてのデータが相互に関連しており、全体像を把握することが重要な保険業や関連する予算に関係なく複数の機能が関連する製造業に向いています。一方、キンボールさんのアプローチは、顧客ごとに販売したサービスを部門間でリンクする必要がなく、範囲が限られる CRM や、主にデータマートのみを必要とするマーケティングに向いています。つまり、取り扱うデータや分析要件に応じて、2つのアプローチを使い分けることが多く、排他的なアプローチではなく、対立的な関係でもありません。ここでは、最近よく聞くデータモデリング手法であるデータボルト 2.0 について解説します。データボルトは詳細思考で履歴を追跡し、1位にリンクされた正規化されたテーブルのセットであり、一つまたは複数のビジネス機能領域をサポートします。これは第三世紀系とラルフ・キンボールさんが提唱するスタースキーマの良いところを取り入れたハイブリッドなアプローチです。これは今日のエンタープライズデータウェアハウスのニーズを満たすために特別に設計されたデータモデルです。なお、ビル・インモンさんは新しいデータウェアハウス 2.0 アプローチの方法としてデータボルトをサポートしていると引用しています。データボルトのアーキテクチャについて解説します。データボルトのアーキテクチャはステージング、エンタープライズデータウェアハウス、インフォメーションデリバリーの3つの層で構成されます。ステージングはソースシステムからのデータに対する最新の変更点のコピーが含まれます。ここは更新を保持せず、ステージングされたデータに対してデータ型やサイズ、文字コードの変換、ハッシュ化したプライマリーキー、データロード日時、データソースの元カラムの追加などの変換を適用して後の処理をサポートします。エンタープライズデータウェアハウスはさらにデータボルトとビジネスボルトに分類されます。データボルトは複数のソースシステムからの全データの履歴付きコピーを保持します。この時点ではソースシステムから独立したターゲットにデータを格納する以外、フィルターやビジネス変換は行われていません。ビジネスボルトはピット、
ポイントインタイムテーブルやブリッジテーブルを作り、SQL の結合処理の複雑化を回避します。インフォメーションデリバリーは BI ダッシュボードや抽出などユーザーが最もアクセスするデータを保存する場所です。一つのデータボルトからインフォメーションデリバリーに複数のデータマートを構築します。一般にスタースキーマが用いられ、データマートや大副長テーブルなどを保存します。このデータマートはラルフ・キンボールさんのスタースキーマが用いられます。データボルトでは、いわゆるデータマートはインフォメーションマートと呼ばれます。つまり、データボルトのアーキテクチャは、インフォメーションデリバリーというキンボールさんのプレゼンテーション領域の前に、ハッシュ、サテライト、リンクと呼ばれる3種類のテーブルで作られたエンタープライズデータウェアハウスを挟んでいることが特徴です。エンタープライズデータウェアハウスでは、すべての属性はキンボールさんのディメンションモデリングの SCD タイプ2に似た方式で管理されます。ハブ、サテライト、リンクと呼ばれる3種類のテーブルで作られたエンタープライズデータモデルの領域、データボルトをエンタープライズデータウェアハウスに作ります。ハブはソースデータのビジネスキーにより生成されるハッシュキー、ビジネスキー、データロード日時、データソース元を持ちます。ビジネスキーは一般的なデータベースのサロゲートキーと理解して構いません。サテライトはソースデータのハブが持たなかったカラムと履歴管理用のカラムを持ちます。履歴管理用のカラムはハブのプライマリーキー、データロード日時、データソース元、ハッシュ値、ハッシュディフを持ちます。リンクはハブやサテライトを含めたビジネスオブジェクトのリレーションシップを持ちます。データボルトの特徴はビジネスキーの管理をビジネスエンティティ、ハブ、サテライト、リンクのすべての属性から切り離し、テーブル間の独立性を確保できる点です。また、データボルトはすべてのデータを保持して信頼できる唯一の情報源、シングルソースオブトゥルースとして機能するため、リエンジニアリングなしでバリエーションや変更に柔軟に対応できます。すべてのデータに対して履歴レコードの追跡による更新管理と監査可能性を提供します。フォールトトレラントなインジェストパイプラインを用いて高度な並列処理でデータ読み込みが可能です。ソースで変更があった場合、レコード追加時にこの重複管理により値の変更の有無が判別できます。非常に柔軟なデータボルトですが、データボルトモデルはより複雑になる可能性があります。ディメンショナルデータモデリングに加えて、データボルトを正しく実装できるデータエンジニアが必要になります。データの完全な履歴を保持するために、大容量のストレージが必要になる場合があります。データがデータボルトに取り込まれても、BI ツールなどで利用するためには、スターツスキーマを作成する必要があります。そこで、より複雑になりがちなデータボルト 2.0 データウェアハウスを構築するために、必要な ETL を生成及び実行する DBT パッケージ、DBT ボルトをご紹介します。DBT とは ETL プロセスの中で DWH にすでに読み込まれているデータのトランスフォーム、変換を担うツールです。DBT ボルトは DBT パッケージの一つで SQL とテンプレート、マクロを用いてデータボルトのテーブルなどの構成を管理します。現在はスノーフレイク、MS SQL サーバー、ビッグクエリーをサポートしており、将来的にレッドシフト、データブリックス、ポストグレスもサポートする予定です。このようなツールやパッケージが充実することで、データボルト 2.0 がより簡単に利用できることを期待しています。いろいろとお話ししましたが、最後にデータ分析基盤を立ち上げるにあたり、どのモデリング手法を採用したらよいのか、どの順番で採用するのが良いのかを振り返ります。これまでの内容を踏まえ、データモデリング手法を採用する方針についてまとめますと、素早くデータ分析基盤を立ち上げる場合ですが、
キンボールさんのディメンショナルデータモデリングを採用します。ディメンショナルデータモデリングは、具体的な分析対象、データが明らかなボトムアップアプローチに最適です。一方、すべてのデータを蓄積するデータ分析基盤を立ち上げる場合ですが、データボルト 2.0 もしくはインモンさんの第3世紀化のモデリング手法でデータを維持します。しかし、BI や抽出などのプレゼンテーション領域は必須であるため、ディメンショナルデータモデリングとのハイブリッドになります。データマート作成に必要な累積データが明らかな段階でのトップダウンアプローチです。ユースケースが明らかでない段階でのトップダウンアプローチは、利用されない累積データ、利用されないデータマートの発生につながるのでご注意ください。データモデリング手法を採用する順番ですが、データ分析基盤を新規で立ち上げる場合は、まずはディメンショナルデータモデリングを採用してスタースキーマで DWH を構築します。そしてデータの活用を通じてユースケースを見極めてください。既存のデータ分析基盤を改善したい場合、課題 as is to be を明らかにして、スタースキーマや大復調テーブルなどを改善します。さらに分析要件に柔軟に対応できる必要がある場合は、データボルト 2.0 もしくはインモンさんの第3世紀化で累積データを維持を検討します。さらに、モデリングに最適なアーキテクチャ、データレイク、DWH、データ共有、スケーリング戦略を見直します。DWH のデータモデリングの必要性を感じていただけたら幸いです。ご清聴ありがとうございました。